ディオの新しい発見、新しい情報をお届けする番組、それがディオタイムスということで、本日は塗装の工程を見ていきたいと思います。行きましょう。ほこりをちょっときれいに落としてから、本日も製造部の金井さんにご案内をいただきたいと思います。よろしくお願いします。前回からですね、こちらのゴーストハイトルクという新しいルアーですね、こちらの製造工程を見させていただいたんですけども、金井さん、本日はいよいよ塗装の工程を見せていただけるということで、今回は、こちら限界イワシというカラーになります。限界イワシカラーはホログラムシート貼りの工程があります。こちらのホログラムシートはいろんなバリエーションがあってカラーによって使い分けています。はい、ということで金井さん、早速中に入ってきたわけですけども、結構いろんな作業がありますね。まずはじゃあ何から？まずは初めの工程でベース塗装になります。こちらで今やってるんですけれども、全体拭きの塗装になります。金井さん、こちらの工程は一体何のために最初に？こちらはですね、ベースとなる色を、ルアー全体に塗装して、ムラなく均一に塗装しています。ということで金井さん、次の工程は？次の工程は、部分塗装になります。部分塗装。先ほどのベース塗装に、これね、ベース塗装っていうのはそうです。そこにパーツ分けして、このたい焼きを作る機械みたいなのでイワシの模様をこれで、結構これ重たいですね。特にこのルアーは大きいので、重たくて手疲れないですか？疲れますですよね。持った感じ、思ったより重たかったんで大変だと思います。これ金井さん、ちなみにイワシですけど、今この点々が、濃すぎてもダメだし、薄すぎても色出ないしっていうところで、やっぱ絶妙な塩梅が難しいですかね。そうですね。で、斜めに入っちゃったりとかすると、この丸がいびつになっちゃったりとかするので、綺麗に上から塗らないとこの形が出ないですね。結構なお手前で上手。すごい、見てくださいこれ。これは？まずは顔のところに赤を入れています。これ皆さん一瞬なんでちゃんと見ててくださいね。すぐ終わっちゃうから。色の確認をまずして次に入る感じになります。こうですよ。目の周り見てもらうと分かるんですけども、これが入ってないやつ、これが今塗装されたやつなんですけど、見てください。やっぱちょっとこう、ちょっとの塗装ですけども、顔が締まった感じがしますよね。すごい技が効いてますね。限界イワシのカラーが出来上がるまでって、塗装の工程だけで何工程ぐらいあるんですか？これは5工程あります。じゃあもうこれ今マスク、顔周りで2で、あと3工程あるってことですね。3工程あります。じゃあ次の第3の工程は、背中に色が入る形になります。大きい部分に、背中っていうとここですよね。そうですね。これ今塗装のサンプルですけども、濃い青が。おー、めっちゃ綺麗な青じゃないですかこれ。すごい。おー、一気になんかルアー感が増してきましたね。中心がめちゃくちゃこう濃い、まあどちらかというとネイビーに寄ったような、めちゃくちゃ綺麗な青が出てますよ。
通に私が考えたらですけども、尻尾の方を持って尻尾からこう吹くのかなって思ってたんですけど、なんか思ってたのとちょっと逆で、はい、頭の方をこうキャッチして吹いてるんですけど、これはなんでなんですかね。これはですね、はい、先ほど吹いた赤を残すために、ああ、そういうことですね。尻尾の方こっちを持ってそうですね、こっちに塗装していくと色チェンジの瞬間をお見せします。色変えてるところですね。金井さん、これまたさっき言ってた、濃い色が背中に入ってる状態の、そうですそうです、あれですかね。もうさっきのでも十分こういう感じになってるんですけど、最後にここのセンターに黒を入れます。ちょっと見てみたい違い。これやっぱ見てくださいよ、この若干クリア感あるの分かります？これが今の工程が入ったことによって、さらにこう濃い色が入ったから、そうですそうです、透けなくなったっていうか、こう真ん中黒が入ったことによってこの真ん中のラインの透け感が全くなくなってる。羽根さん、次は、はい、いよいよもう数的に言ったら最後の工程になる。そうですね、5工程目。塗料がどす黒いカラーなんですけどエラの塗装になります。エラに色が入ると、すごい、めっちゃ綺麗な黄色ですね。そうですね、どす黒い色とは思えない、黄色が出ます。はい、いや、なんかザ・限界イワシって感じになってきましたねなりました。この黄色が入ったことによってさらに顔周りがこう強調されるような感じになりましたね。そうですね、はい、このエラのところだけに均一に入れるっていうのが難しい。いや、難しいですよね。そうですね、どうしてもね集中しちゃうんで。そうですよね。はい、濃くなったりとかビシャってなっちゃってもダメだし、そう手作業なんで一つずつ違うものができてきます。これで塗装の工程は以上ということで、次はこの目が入る工程にな目がります。入るんですね。はい、先に目が入りますよ。目が根付けの工程に。はい、早速これが目らしきものがあるじゃないですか。はい、この目をつけるのもやっぱ手作業なんですね。そうなんです。ピンセットで取って。あー、すごい、ピンセットも。目が入った。かっこいい。私デュオの目は個人的にはすごい好きなんですけど、一般のね、いろんなルアーあるんですけど、うちのデュオの目玉って、結構リアルな感じを再現してるんで、ちょっと怖いとかっていうイメージもあるんですけど、リアルな目可愛いでしょ。これ、今思ったんですけど、一個ずつ手作業でやってると思うんですけど、目の向きってあるじゃないですか。あ、そうですね。シールは一緒なんですか？同じシートに右と左の目が。そういうことか。ちょっと反対側になっちゃうなって思って今思ってます。そうなんです。向きが逆のやつがある。この目玉は、0.5。その種類がすごくたくさんあるんです。100種類以上ある。種類以上あります。ああ、やっぱそうなんだ。大きいのからすっごい小さいのまであるってことですよね。ということは。そうですそうです。この粘着力ってどんなもんなんですか？このルアー用に粘着の方も作ってもらってるので、ルアー用になってるんだ。ただのシールじゃないんですね。じゃなく、このプラスチックにくっつきやすく取れにくい粘着を使ったプラスチックにつきやすい粘着を使った目玉です。そうなんです。はい。さっきね、目玉の工程までちょっと見せてもらいましたけど、また塗装ブースに戻ってきます。いろんな作業をされてますよ。次は何をちょっと見せていただけますか？先ほどの限界イワシのイワシのマスク以外にもすごいあります。見てください、この量。いやー、ちょっとなんかワクワクする。これだけでも
ギーゴマスク、こんな感じですね。パーマーク、これ見てください。これなんかもうほぼ凶器ですよ。これ見えます？これ危ない。コーティングの最後に塗装になります。コーティングは目玉が入ってからなんですね。そうですね。コーティングすることで、はい、目玉も取りにくくなります。早速じゃあこれをやるともうツヤっとしてくるわけですね。高級感が出ますね。ツヤツヤですね。これですもんね、最初の状態。全然違うんですよね。これツヤの違い。これはマットの工程とかも基本的には変わんないんですか？あ、そうですね。色はやっぱりマットコートなんで、ちょっとくすんだ感じになります。トップコートをやってる時に、うわーこれ大変だなとか気をつけてることとかなんかあったりするんですか？大きいルアーの方がやっぱ見るのは大変ですね。やっぱそれはあれムラが出たりとかそういうの、あと大きいんでやっぱ濡れ面積も大きくなるので、そういうことですね。じゃあ割とでかいルアーは手強いと。そうですね。割かしありがとうございます。はい。次の工程は印刷機でネームを入れるところになります。うわー一生見てられる。これは一生見てられるよ。気持ちいいですよね。今最後にここに名前が刻まれて完成です。完成。ありがとうございます。はい、ということで今回ですね、こちらルアーが、一から完成するまで見させていただきましたけども、皆さんいかがでしたでしょうか？はい、一つ一つですね手作業で、何よりですね職人さんのこだわりが本当に半端なかったです。はい。で、皆さんもですねこちらのデュオのルアー一つ一つね手作業で作られてますんで、近くの釣り具店さんとかで見かけた際は手に取っていただいて、このこだわりを感じていただけたらと思います。よろしくお願いします。